今日はロールキャベツを作っていきたいと思います。クッキングノートの128ページに載っているレシピです。ロールキャベツは私本当はあんまり好きじゃなかったんですね。子供の頃父が好きでよく作ってくれたんですが、なぜ好きじゃなかったかというと、特に味が悪かったわけじゃなくて、肉の量6人前、レシピ見ると6人前でたったこの 200g の合いびきミンチですね。それで6人分と1人当たり 30g ぐらいの肉にしかなりません。量が全然タンパク質が足りなかったんですね。それで私は物足りなくてあんまり好きじゃなかったです。現代のレシピ見るとその3倍からあるいは10倍以上 500g1、2枚に使ってるレシピもあるようで、今の人たちは肉をたくさん食べれる時代になったんですね。昔は貧しかったんですよね、日本もね。それではキャベツを12枚レシピ通りに作ってみたいと思います。ロールキャベツはもう歴史が古く、トルコの辺りで2000年前からこの原型となるものがドルマという料理で作られてたようですね。でそれが15、16世紀に、ヨーロッパに伝わって現在のロールキャベツになったと言われてますけども、日本にも明治28年にはもう伝わってたようですね。ウィキペディアに調べると書いてました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。5分間ここで茹でます。もう2枚。キャベツを茹でてる間にミンチの方を準備していきたいと思います。まず玉ねぎ 100g ですが、だいたい小さいの1個ですね。みじん切りにしていきます。野菜のカッターでもみじん切りできたので、それ使えば簡単にできますけど、包丁でやってもいいです。切りは。
はい、これをお肉に混ぜていきます。でミンチなんですけど、これ豚肉のミンチと牛肉のミンチ半々で準備しました。 100g ずつ、それで 200g ですけど、パラグアイではこの豚ミンチが売ってないんですね、お肉屋さんで。それで行きつけのお肉屋さんで豚をミンチにひいてくれって頼んで、このように手に入れることができます。そして牛ミンチは普通に売ってますので、これを混ぜて合いびきミンチにします。卵を割って入れます。でパン粉、玉ねぎも入れますね。塩、胡椒、ナツメグ。塩はピンクのこの岩塩、天然の使ってます。これよく練ります。5分経ちました。キャベツを取り出していきたいと思います。火を止めて、芯の硬い部分を潰しておきます。父は戦争中、中国の方に戦俘犯として、行って南下作戦に参加して、とてもひもじかったみたいですね。日本に帰ったらあれを食べよう、これを食べる、いろいろ考えながらひたすら日本に帰る希望を持ちながら歩いたそうですけど、戦後日本に帰ってきてですね、実家が肉屋だったので、その食材を生かしながら料理を研究して、ロールキャベツがその通りされた料理だったと思うんですけども、好きだったんでしょうね。よく作ってくれました。川崎隆明さんっていう包装紙研究家の方ですね、が本を出してるんですけども、幻の大阪テレビの番組をいろいろその当時の研究されていて、その中に料理手帳っていうのがあるんですが、1957年の6月放送が私と父がロールキャベツを紹介しているようです。はい、それではキャベツに肉を巻いていきますけど、これを6等分しときます。 30g ぐらいね。肉が 30g、ミンチボールとしても 5、60g ですから、ちょっと成長盛りの子供には足んないですね。こんな感じで
巻いていきます。多分キャベツ昔はもっと小さいかったんじゃないかな。で2枚で巻きますね。一応レシピ通りに1枚でもいいかもしれません。最後お肉のところにギュッと入れます。あ、はみ出てきた。これが1個。外側はなるべく形のいいのを使いましょう。でここをお肉のギュッと入れて2個目。ギュッと中に押し込みます。これで形ができますね。押し込みます。多少キャベツちぎれててもうまく巻いてください。で端っこを最後押し込んで形を整えます。これで6個できました。でスープ作っていきます。それではロールキャベツのソースの方作っていきます。お水入れます。火をつけます。ちょっとレシピと作り方違うんですけども、それは前回基礎を2つやったスープストックとルーの素、これを使いますので、バター、小麦粉、ブイヨンキューブ、塩っていうのは、それで使えますから計算していきたいと思います。バターが大さじ2杯に小麦粉が大さじ6杯ということは、前回作りましたルーの素ですね。これで計算するとだいたい 40g、42g なんですけど 40g ぐらいで、大丈夫です。40g 測りました。それからブイヨンキューブ1個ということは 10g のブイヨンキューブですから約半分の 5g の塩、そして塩が小さじ1杯ということは 6g、 合わせて 10g、 11g ですけど 10g ぐらいということは、西洋料理の基礎で作ったスープストックですね。これが1列が 10g の塩でしたから、これを6個入れればいいということですね。はい、これを6個ここに入れます。ルーの素は後で入れていきますね。さらにここにトマトピューレ入れていきます。大さじ6杯っていうことで、だいたい 100g ぐらいです。砂糖大さじ1杯、だいたい9か 10g ぐらい。ウスターソースですけども、パラグアイにウスターソース売ってないのでこれを使ってます。ブラックビネガ
中華食材店で売ってるんですけども、これがウスターソースの味ですので、これを使ってます。黒酢かと思って最初買って味見してみたら、まるでウスターソースでしたので、これを使ってます。みりん醤油は黄金率が1対1とか1対2とか言われてますけども、我が家では1対2で使ってました。大さじ1杯ずつですので、ウスターソースも約 18g 入れます。みりん醤油も1対2の割合に調合したのを 18g 入れます。調味料をよく混ぜましょう。そして煮立ってきたらですね、味噌こしを使ってダマにならないように少しずつ溶かしていきましょう。火を弱めますね。弱火にして、強い火だとあっという間にこれが固まってしまいますので、溶かしてゆっくり溶かしていきます。ソースの素を溶かしていきます。凍ってたのでなかなか溶けないですね。料理に使う前に少し常温に戻しておいていいかもしれないです。ゆっくりゆっくりダマにならないように溶かしていきます。はい、これで全部入りました。これが溶ければ完成です。それでここにロールキャベツを入れて10分煮込んで完成です。ロールキャベツを入れていきます。
直します。これで10分置きます。はい、ロールキャベツ10分煮込みました。美味しそうですね。完成です。火を止めて盛り付けていきます。はい、ロールキャベツの完成です。この中で美味しそうに肉が入ってます。できました。量が足りない場合は6人前6個ですけど、1人2つ3つ食べましょう。